なんかさすぐ辞めて転職ばっかしてるとかいう世の中じゃん今。いや違うよね。違う、もう不動産、もうそういう不動産不動産みたいな感覚、もうそ違ったら引っ越せばいいんだ。うそうそめっちゃなんかすごい出会いがあったんですよ僕。う。お何どんな教えて出会い？てるみよ。サトムって言うんですけど、それ大丈夫言って。言ってた。全然大丈夫。サトム？めっちゃ僕の人生を毎日変えてくれる素敵な人なんだけど、人？そうなの、サトム。サトムさん。ガチ人間？ガチ人間。オッケーオッケー。うん。なんか僕夏にお祭りのフィーバーじゃん、夏って、でそのお祭りを終わってもう遅い時間ね、でなんかすごいいい時間だったの。その友達のお家の前がもう祭りで、最高。そのガレージでそのなんかみんな友達とか集めて、うわーいいなー。そうお酒飲んだりとか楽しそう、いろんななんかそのアホなこと話したりとか、話したりとか、なんかそういう時間って本当に宝物じゃない？なんかそういうことができる人、俺いるんだ、大切にしようって思える気持ちってさ、なんか膨らむじゃん。膨らむ。ね、なんか切れないじゃん。そこでみんな解散してもなんかわかる余韻があるっていうか。わかる。で、その余韻の中、やばいもう気持ちいいからまあ40分ぐらいかかるけど歩いて帰ろうと思ったの。おう。もうタクシー乗りがちじゃん東京。けどいやもうウーバーこうやってパッてやった時にの歩こう感じたいと思ってもう空を見ながら歩きたいと思いながらこうやってもう携帯とかも全部飛行機モードにして歩いてたの。ガチじゃん。ガチ。すごい。そうもう音楽も聴かずに。そうでもうやばい気持ちいいと思いながら歩いてたらもう家の本当に後ろに公園があるのね。行ったことなかったのその公園。でその公園でちっちゃいお祭りがあったのね。で終わっててでもなんか引き込まれるようにそのお祭りに入ってたの。終わってんのにね。けどなんかそこに入った提灯とかやっぱり日本って素敵だなって思いながら、だからこんな近くに自分のお家があるのにお家の近くにこんな綺麗なところがあるのに知らなくてこうやって見つけちゃった。ラッキーラッキーって思ってなんかこうやってなんかバカみたいにこうやってなんか上見ちゃったみたいな。でその警備員の人がさとむさんなの。待ってドゥイーさとむさん警備員。そうもうね本当に58歳のさとむさんなんだけど大丈夫？そうもう2年で大丈夫ねとか言ってなのでさとむさんとこうやって話してたらまずめちゃくちゃなんか観光客だと思われて、だって日本の提灯とか見てさわーとか言ってそうだよねそうだよね。不審者か観光客だよね。そう本当どっちか。どっちともだと思われてたと思うんだけど、でもなんかそれをもう終わってますよとかも言わずにずっと見ててくれた。でさすがに僕がパッと見た時にやばい人間いると思ってすいませんみたいな、お前めちゃくちゃ日本語喋れるやんみたいな話で、確かにそうでなんかこれどこ来たのみたいな、どこなの国みたいな、さとむさんねとか2年で退職なんだね、そうなんだみたいな話をしてた時に、てかなんかすごいなんか見せたいものがあるって言われて、そうでなんだろうなんだっけおみこしがもう普通にビニールシートの中に、ビニールシートというかなんか隠れてたのね。その明日も祭りだったからでおみこしの話をするから来なってきて、おみこしの話をしに来に行ったのわけよ。おみこしを見ながらでなんかそのお祭り大好きだからおみこしのこと全然僕詳しくなくて、でそのおみこしの中にあるのは何か分かるって言われて、神様ですかみたいな、まあって言われて、違うの鏡があるんだよって言われて、鏡みたいな、怖いんだけどちょっと怖いよね。おみこしの中に大きい鏡があるんだよって言って、それは日本のもう古くからある考え方を表現してて、日本ってさいろんなことにさ神様が宿ってるってお米にもいるっていうし、そう僕それずっと素敵な文化だなって思ってたし、けどその意味は深く分からなかったの。わかる。でその神様っていうのはそのものにその鏡っていうので表現してる理由は、自分の反射っていうのをなんか大切にする、すべてやることだったり思いだったり言うことだったり行動だったりとか全部は鏡なの。鏡がそこにあるの。だからその人間もそうだし、全部を大切にする、ベストを尽くす、自分の今できることをやるっていう意識を思い出させるために、それが日本人の神様なんだよっていう。
オーマイガーってなって。確かに。だって鏡あったらポイ捨てしなさそうだしね、日本人。だから大ちゃんが僕の神様。これが僕の神様の今。そういうこと。ちょっとわかんなくなここに鏡がある。だからちょっとわかんなくなだから全てに鏡があるって思う。それが神様って思うと、その大ちゃんがいるから僕は大切にする意識を持てる。はいはいはい。それによって気づきがなんでそのなんだ得られる。その得られるものって本当にどこにでもあるんだよっていう意識を忘れちゃダメなんだって。だからもうそこら中に神様いるよっていう。辛いこともいいことも新しい景色も見慣れてる景色もわからないことも知ってることも人間嫌いな人も好きな人も全部自分のためにあるものなんだ。自分をこの生きてるこの自分のその人生っていうストーリーをより最高にするための鏡なんだっていう風に思った時僕もなんかもう泣き出しちゃって。泣けるね。そうだよね。俺もうなんかその初めて会ったさとむさんの目の前にボロ泣きしちゃったの。さとむさんもびっくり。もうさとむさんも泣いたの。すごい。どうなんだろう。これどういうこと？僕の生き方だからあなたが泣くと僕も泣くんだよっていう。待って、そういうこと？そういうこと？ドゥイー。ピューや。すごい。コンマこれからって感じ。これからでも本当にもう今でも僕泣きそうになっちゃうぐらいなんだけど、なんかもうそこでなんかもう自分のそのなんか模索してどういう人間になりたいのかっていうのをもうなんかそこのなんか大事なキーを選んでた人生が、選ばなくても生きてるだけで関わるもの見るものいるもの全てに答えがあるんだと思うとすごく自分に可能性と希望がなんか湧いてきて、なんかもうすごくないこの話、ちょっと長くなっちゃったんだけど。いやめっちゃいい話。そうなんかもう僕ポッドキャストやってるんだけど、そのポッドキャストでも僕日記にしてすぐにもうその時感じたものを日記に書いて、そうそれが多分僕のなんか形にする多分セラピーだと。形にするセラピー、日記すごく大事なんだけど、まあ最近やらない日もある。そういう日もね、そういうのも人間じゃん。そういう日だってあってもいいじゃん。もう全部ね。けどなんか本当に僕の中で衝撃を受けたものはもう絶対に忘れたくないものっていうのは日記にするんだけど、それをポッドキャストにしてレターがすごく返ってきて、そうなんかもう当たり前にって感じてたものが当たり前じゃなくなりましたとか、なんかその自分にとって忘れてたものが急に蘇ってきましたとか、そうなんか今の自分が嫌いだったけどそういう自分も受け入れた上でもうなんかこんな自分何も誰のためにもならないと思ってたけど、鏡だと思ったらちっちゃいことでも僕の存在って何かのためになるんだ、僕の選択と選択で全てが変わるんだとか、見方で変わるんだと思った時に、うわやばい鏡って深いみたいな。本当だね。おみこし万歳みたいな。いやおみこし深い。やられてますうちのマネージャー。やられてる。多分今環境変わったばっかでいろいろ響くもの多かったですよねきっと。そう本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょ切れるわこれは。そうだからもう本当にこんなことになると思わなかったけど今日のこのお金。いや本当よ本当よ。まあでもありがとう、僕が大事にしてるものを表現できたから。いや嬉しい。ドゥイー。じゃあさ今の話だと例えば入ったところが全然違います、好きじゃありません、嫌です。会社とか、学校だったりバイトも、それは自分にもっと合うものがあるって思ったら変えることをなんていうの推奨する。もう絶対にやめた方がいい。だよね絶対に。だからもうそこの土がもう合ってないから。だから土なんだよ。土なんだよ結局。もう土地選びからやろう。もうほんまに。なんかさすぐ辞めて転職ばっかしてとかいう世の中じゃん今。いや、違うよね。違う。もう不動産、もうそういう。不動産みたいな感覚。もうそう。違ったら引っ越せばいいんだ。そう。そう。違う。もうだからもうもちろんその自分の今の状態
に見合ってるものって10年後の自分には絶対違うと思うし、その10年前の自分にも全然違うと思うけど、その今の自分っていうものにピントを合わせて、そこの今の自分はどうなんだろう、ここで幸せっていうか、だからいい育ち方ができるのだろうかとか、でも育つイコール人それぞれ違うから。そうなんだよね。そうなんか厳しい育ち方を選択する人もいれば、もっとなんかなんだろう優しい育ち方をしたい人もいれば、まあそこでねいろいろあるけど、そういう感覚。だってもうバリバリ縦社会での企業、会社にいるのが僕のベストだとって思う時期3年間あったし、もう胸ぐらだったりビンタだったり蹴りとかもあった3年間の職場もあった。大丈夫けど大事で、本当に今の自分はそこの経験がなかったら、なんかもう今の自分は絶対なかったと思うし、そう同じ経験をしてる人に優しくもできなかったと思う。そうだね。意味がわからないの。バカじゃないのそこにいるのみたいな。いやほんとそうって思っちゃうじゃん。でもそうじゃないんだよ。僕のその人生規模で考えてる今の僕の選択のベストはそれだった。そうなんだよね。その今のベストなんだよね、その時は。そうだからもう本当にパパもママももし見てるんだったら、もう本当に社会っていうものをもう完璧に仕上げなくていいと思う、子供に。ああ、そうもうなんか弱いところもいっぱい見せて、いや本当強がんなくていいよね。強がんなくていいと思う。なんかもう弱いところも強いところも優しいところも厳しいところも全部自分の生き様で今っていうモーメントで表現して教えてってほしい。そうだね。そうなんかさ、そんなもうみんな人間から学ぶからさ。パパとママが弱いとこ見せることを嫌ってたから、僕らも弱いところは見せちゃいけない、強くあらなきゃいけないみたいなのはすっごい強く感じてたから。わかるよ。言ってくれた、ありがとう。大ちゃんともねこういう話したことあるもんね。はい。何度もね。なんかそういうなんかさ、パパもママも人間だからね。そうなんかさ、なんかパパとママって何回も生きてるような感覚で僕たち見てるじゃん。だって生まれた時からママだから。うちらで言うと。そう。生まれた時からもう物を知ってて、社会っていうものを教えるスタンスで僕たちいるけど、僕たちはパパとママに教えるために神様が送った天使だと思ったらもう全部変わるから。僕たちが両親に教えるものもあり、両親から学ぶものもあり、もう人間っていう同じそうなんだよね。そうだからパパもマナも弱い時もあるし、マナって言ってた、ママもあるし、誰マナ誰マナでもなんかそういうスタンスで見てあげる優しさを忘れちゃダメだと思うし、そうドゥイーでもなんかもっともっとね、なんでこうやって考えてるんですかっていうのももっと話したいね。なんかもう一回なんか違うチャンネル作って、もうなんかもう一つの輪作って。次もう一個あるから。あ、いやもっと次ありますよ。アランのこういう考え方の深いとこ行きますから。本当にありがとう。素敵。ありがとう。いやまだあるから。そう、まだあるから。次の動画でもまた皆さんお会いできるので、よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。せーの。バイバーイ。アランの生い立ちを掘り下げちゃいましょうということです。深いよー。流行りとかもわかんないし、俺モーニング娘。中学校で知ったからね。ごめんなさい。ごめんなさい。もうそうなんだよね。そうだね。